皆さんこんにちは、みゆきしんぺいです。お元気ですか？今日もね、気楽に心のままにね、ちょっと話してみようかなと思ってます。今日はね、カフェインがね、すごく体に残ってる感じがして、というのもね、昨日ね、夜のね、遅い時間にね、友達とコーヒーを飲んでたんですよ。で、それがね、なんか、すごくね、濃いコーヒーでね、なかなか寝つけなかったんですよね。カフェインって本当に人間の体に強い影響をね、及ぼすなと思いますよね。そうそう、昨日ね、友達とね、ご飯に行ってたんですよ。おい、犬が鳴いてるな。4人でね、行ってたんですけど、僕たち、3人ね、ここに住んでる友達と、ちょっと待ってくださいね。犬がうるさくてね。OK。でね、僕たちここに住んでる3人の友達とね、1人はね、日本からね、来てたんですよ。で、4人だったんですけど、4人ともね、ポーカーでね、知り合った友達なんですよ。で、僕含めてね、3人はね、もう結構長い間ね、ポーカーでね、生活してきたっていうかね、そんな感じなんですけど、もう1人はね、最近ね、ポーカーをね、こう、勉強してて、で、やっとね、勝てるようになってきたなってね、なんかそんな感じなんですよね。で、いつもね、1人ね、まだ勝てないから、おごられてたんですけど、彼はご飯とか。昨日はね、俺勝てるようになったからって言ってね、おごってくれたんですよ。でね、日本からね、来てた友達がいてね、で、彼は、こっち住んでないから、せっかくなんだからね、何か食べたいのあるのって聞いたらね、テキサスバーベキューが食べたいって言うんですよね。でね、そっか、じゃあ一緒にバーベキュー食べに行こうよって言って行ってきたんですよ。こっちのなんかバーベキューって、例えばね、ステーキみたいにお肉をさっと焼いてね、こう出すっていう、そういう感じじゃなくて、こっちのバーベキューって、ステーキに使うようなね、サーロインとかそういうお肉じゃなくて、牛のね、その肩のお肉とかね、豚のリブとかね、食べにくいところ、硬かったり骨があったりして食べにくいところを8時間とか13時間とかかけて、長い時間かけて、少し低い温度でゆっくりとね、調理するってね、そういう作り方をするんですよ。ね、なんかそういう、その食べにくくて硬いものを、工夫してね、で、食べる文化っていうかね、それで今の形になってきたみたいなんですけど、で、作り方が、お肉の周りに、なんか、ラブって言うんですけど、なんか、香辛料とか、表面にいろいろ塗ったりとか、あと、インジェクションって言ってね、なんかお肉の中に、その、味付けのシロップみたいなのをね、注射とかして、で、その状態でね、長い時間、例えば、やったりするんですよ。で、そうするとね、なんかゆっくり長い時間やってるんで、お肉がね、こう、なんていうんですかね、こうトロットロというかね、なんかすごくね、なんか美味しいんですよね。でね、なんかそれを食べてるとね、僕はいつも思うんですけど、これって、お肉の煮物だなって思うんですよね。バーベキューのあっさりした、その、ステーキをね、焼いて食べるっていうよりは、なんかお肉を長い時間かけて、なんか煮込んだ料理みたいなね、なんかそんな風なこと思うんですよね。で、それをね、なんか食べながらね、いろいろ話してたんですよ。久しぶりの再会だったんで、近況とかね、最近どうしてんのとかね、そういう話とか。で、日本から来ている友達は、ポケモンのね、カードをね、売り買いしてね、最近それで生活してるんですよ。なんかね、目端が利くというかね、そういうの得意な友達でね。で、今回もアメリカにね、ポケモンのカードをね、なんか売りに来たなのか、買いに来たのかわかんないけど、なんかそういうので来てるんですよね。昔からそういうのってありますよね。バスケットボールでもね、マイケル・ジョーダンとかね、野球とかね、なんかそういうスポーツ選手のカードとかね、そういうのもありますしね、こう値段がだんだん上がってきてとかね、昔は安かったカードが、なんか枚数がすごく少ないから、今とても価値のあるものになってるよ、そういうのを集めて、なんか売り買いしてるんだよ、みたいなね、なんかそういうコレクター文化っていうか、で、それって、例えば
金貨とかもあるじゃないですか。アンティークコインとか、こう、昔ね、例えばドイツのこの時代にあったね、銀貨がね、今はすごい高いよとか、日本でもね、こう、明治時代からね、明治時代にあったね、こういう金貨がね、なんか今すごい高いよとかね、なんかアメリカでもね、何ですか、アメリカンイーグル、ゴールデンイーグル、ちょっとわかんないけど、なんかそういうのとかね、いろいろありますよね。なんかそういうのをね、好きでね、なんかその友達がそういうのよくやってるんですよ。で、例えば、アンティークコインとか、ああいう金貨って、鑑定するね、会社があって、で、その会社に金貨とかこう出すと、で、お金払ってね、そしたら、その会社が、これはなんかランキングでね、10ですね、とかね、ランキングで9ですね、とかね、そのスコアをね、つけてくれるんですよ。で、そうすると、そのスコアがね、ついたカードとか金貨とかは、こういうランクですよっていうのになって、で、また市場でまた売買されていくみたいなね。なんかそんなのがね、結構あるんですよ。で、それって、金貨だけじゃなくて、ポケモンカードとか、なんかマイケル・ジョーダンのカードとか、なんか野球とかね、ベースボールとか金貨とかも全部、同じような仕組みがあって、で、それをね、スラブって言うんですけどね、鞘って意味かな。プラスチックのそういう透明のケースに入れて、上に鑑定してくれた会社のステッカーが貼られて、で、なんかシリアル番号がこうついて、で、なんか保存されていくってね。なんかそんな感じなんですよ。でね、その友達が言ってたんですけど、例えば、ランキングで10ってつくのと9ってつくので、1個しか違わないんだけど、満点か、9点かで、全然値段が変わるらしいんですよ。なので、鑑定をね、に出してね。で、自分は10いくかなと思ったんだけど、9だったりしたら、9っていう鑑定されたプラスチックに入ったそのケースをね、一回もう割ってしまって中身を取り出して、で、もう一回ね、鑑定の会社に出すらしいんですよね。ねえ。で、鑑定してもらうのもお金がかかるんですけど、それを何回やっても、でも11回取れたら、もうすごく儲かるからって言って、なんかね、そんなことをね、みんながやるからね、その鑑定の会社は今ものすごいね、なんていうんですかね、鑑定しなきゃいけない、商品っていうかね、その作品っていうかね、それがね、もう山ほどね、待機っていうか、こう、待ちのリストにね、入ってるらしいんですよ。もうそれでものすごい渋滞で、もううるさいな、今日ワンちゃんがね。すいませんね。で、そしたらね、その大手の会社がね、みんながそこに持ち込むからね、すごくその会社が注目されてきて、会社がどんどん大きくなって、なんとね、その一番大きな会社が、2番手からね、5番手ぐらいまでの会社をね、鑑定する会社、全部ね、買収しちゃったらしいんですよね。なんかね、すごい話ですよね。で、今その会社に、その鑑定を依頼する人が山ほどいるから、もう1年待ちとかね、しかも結構お金を払って早く鑑定してくれるプランとかあるんですけど、もうそれを使ってもそれぐらいかかっちゃうみたいな。で、友達が言ってたのは、もうそんな感じになっちゃってるから、もうそろそろブームっていうかね、これはもう天井なんじゃないのみたいなね、なんかそんな話をしてて、彼はね、今はちょっと撤退気味っていうか、ちょっとスローダウンしながら付き合っているみたいなね、なんかそんな話してましたね。僕はね、なんかそういうカード集めとか、なんか金貨集めとか、なんかそういうのはあるんだろうなと思うんですけど、なんかあんまりやってないんですよ。なんかちょっとピンとこないっていうかね、やっぱり僕も物をね、買ったり売ったりってしたりするんですけど、扱う商材ってね、やっぱすごく考えるんですよね。やっぱりその扱ってるものが結局自分の身の回りにこう、ね、もう動いてるっていうかね、循環してるし、売れ残ったりとか、なんか不良品とか、なんか結局ね、自分の手元にもね、また残っていったりするんですよね。で、やっぱ自分のその周りにあるもので、その自分の人生って決まっていくなとか、そういうことを思うんですよ。それは物もそうだし、考え方もそうだし、なんか関係性とかもね、なんか
そういうのも全部そうだなと思うんですけど、まあ、そうなんで、やっぱり周りにあるものっていうのを結構重要に考えるっていうか、なので自分がそんな好きだったり愛せないものを周りに置いとく意味はあんまりないんじゃないのかなとか、なんかそういうことを考えるんですよね。でもそういう風に短期的にね、こう儲けたいとかね、こう、今盛り上がってるそのムーブメントに、まあ乗ればいいじゃんみたいなね、そういう人ばかりになってくると、ちょっとね、こう胸焼けするっていうかね、まあちょっと残念な気持ちにもなったりするんですけど、まあでもそういう人がいるから、まあ市場もね、こう循環していくし、まあそれもそれでまあ必要なんだなとかまあ思ったりもまあするんですけどね。で、昨日話しててね、ポケモンカードも最近ね、あれだけど、ドラゴンボールもね、また人気なんだよって話してて、ドラゴンボールって昔から人気だよね。それに、鳥山明さんもね、亡くなって結構ちょっと経ったしね、みたいな、そんな話したんですよ。で、そしたら、鳥山明さんって死んだんですかみたいなね。なんかそんな感じなんですよね。そういうのも知らずに扱う人が、やっぱりまあ儲けてくのかなと思うと、なんかちょっと寂しいな、みたいなね。なんか、そんなことをね、ちょっと思ったりしましたね。はい。なんかまあ、今日はね、ちょっと、そんな話ですね。やっぱね、ブームって来たり去ったりとかね、ありますよね。よくね、ビリヤードのね、友達がね、日本でね、ビリヤードってちょっとマイナーなスポーツになってるんで、いや、ビリヤードって昔はね、すごいブームがあってね、その時はね、もうめちゃくちゃ店も混んでたしね、もうみんなビリヤードやってたんだよとかね、そんなことをよく聞くんですよ。でね、なんか今はマイナーだけど、もっと競技人口が増えるように、なんかちょっとね、行ったらいいよねとか、なんかそういうことをよくね、言ってるのをね、聞くんですよね。まあ本当にね、まあそうだなと思う一方で、まあ、ブームになるっていうのは、結局のところ、その、ビリヤード自体が好きな人もそうだけど、例えばビリヤードの球ってあるじゃないですか。なんかあれも、美術品みたいにね、昔1本100万、200万とか500万とかね、そんな感じの相場になってたんですよ。だからそういう風にね、ビリヤードそのものを好きで上達していこうみたいな、なんかそういう人だけじゃなくて、その周りのグッズを安く仕入れて高く売ろうとか、なんかね、そんないろんな人が入ってこないとブームってなっていかないんですよね。なのでね、ブーム来ないかなって言ってる人も、いざブームが来たらね、いやーなんか最近はビリヤードのこと全然知らずに、なんかちょっと、金儲けとかそんなんで入ってくる人ばっかりになって、ちょっと居心地悪いわとかね、まあ今度はね、まあそういうことを言い始めるんですよね。で、そういうのをね、こう、循環してね、ブームとね、ブームが去ってっていうのをね、まあ繰り返していくんだろうなってね、なんかそんなことだと思うんですよね。なのでね、まあ、周りはまあ関係ないというかね、まあ自分が本当にそれが好きなのかどうかっていうのもまた一つだし、その周りも関係して、じゃあ自分はそこでなんか一山当ててやろうとか儲かろうとか、そういうことを考えるんだったら、じゃあ周りと一緒にまたその時はその時で動いていくっていうのをまあ選べばいいんじゃないのかな。そのどっちも別にまあ悪いことじゃないし、自分の好きなサイズというかね、好きなところにまあ行けばいいんじゃないのかなってね、なんかそんな風に思ったりしますね。いや、ちょっと今日、ちょっとワンちゃんがね、ちょっとうるさくてすいませんでしたね。聞いてくれてありがとうございました。またね。